ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。レッドブルの苦悩、ニューウェイが RB20 の開発から外れる可能性の話題です。レッドブルは予算制限のためにエイドリアン・ニューウェイを F1 業務から外す決断を迫られているそうです。またハイパーカープロジェクトの RB17 の開発を F1 開発に利用しているのではないかという疑いを持たれています。 F1 が競争条件を公平にするために導入した予算上限はこれまでのところ大きな成果を生んでいないのは明らかで、実際近年はレッドブル、メルセデス、フェラーリの3強がほぼ常に勝利を収めています。 F1 では数年前から予算上限が設けられていて、 F1 チームは現在1億3500万ドルしか使うことができません。確かにインフレのためにこの金額はいくらか増額しています。例外としてドライバーの給料やドライバー以外で最も収入の多いスタッフ3人の報酬は予算上限にカウントされていません。 F1 チームは近年競合他社からスタッフを大量に引き抜こうとしています。予算上限がレッドブルに問題を引き起こしていて、ダン・ファローズはアストン・マーティンに、ロブ・マーシャルはマクラーレンに移籍しました。そのためにもレッドブルはテクニカルディレクターのピエール・ワシェや空力担当のエンリコ・バルボといった他の大物技術者の給料を上げざるを得ませんでした。アウト・モートア・ウント・スポルトによると、彼らの報酬は非常に高額で、レッドブルの予算キャップに問題が生じる可能性があるといいます。ニューウェイはレッドブルが開発中のハイパーカー RB17 の開発にも取り組んでいるため、100% の時間を F1 チームに費やしているわけではありません。しかし予算枠内でのルール変更により、書類上は 100% の時間を F1 マシンの開発に費やしていないにもかかわらず、ニューウェイのレッドブルでの報酬は完全に F1 の予算に織り込まれています。将来の予算枠の問題を回避するため、レッドブルの計画ではニューウェイを RB17 プロジェクトに全面的に投入し、予算枠外の上位3つの報酬ポジションのうち1つを他の誰かの報酬で埋めることができると伝えられています。もしそうなればニューウェイは F1 マシンに携わることができなくなります。これが実現すると異次元の強さだったレッドブルのマシンのレベルが下がってしまい、今までのような覇権状態はなくなるかもしれません。もう一つは疑惑で、ハイパーカー RB17 の開発で F1 の開発を行っているのではないかと指摘されています。現在ニューウェイは RB17 とチームの F1 マシンでの両方で働いています。競合他社はニューウェイが RB17 での仕事をチームの F1 マシンのテスト場として利用しているのではないかと懸念しているということです。これは F1 マシンの開発に大きな利益をもたらす可能性があります。特にフロアは F1 マシンにとって非常に重要なものであり、ニューウェイが RB17 の助けを借りて完成させる可能性があると指摘されています。アウト・モートア・ウント・スポルトでヘルムート・マルコは、そのような噂はゴミ箱行きだと話しています。私たちを非難する人たちは RB17 のアンダーサイドが F1 マシンのヒントになると言っている。もちろんそれは全くのナンセンスだ。今のところニューウェイはフェルスタッペンが2024年に4度目の世界タイトルを狙うために RB20 の開発を続けています。確かにハイパーカーの RB17 の仕事で F1 マシンのテストが可能だとしたら、予算制限の意味がなくなります。場合によってはニューウェイは RB20 の開発からもすぐにでも外れるのでしょうか。昨年はレッドブルの圧倒的な勝利ばかりでしたが、そうすると今年は他チームとの混戦状態になるのかもしれませんね。レッドブルの苦悩、ニューウェイが RB20 の開発から外れる可能性の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。
チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。